なんかもっといろんな話をしたいけど、まだ練習の途中だし、次は俺から連絡してもいいか？もちろんです。今日は無理言って会ってくださり、ありがとうございました。俺は暇してるので、先輩の都合で、いつでも連絡ください。やっぱり先輩に会ってよかった。まさかここまで、モチベーションも上がって、野球に対しての意欲が、さらに湧いてきた。とにかく行動が重要ってことだよな。暇はあるよ。それならどうする？愛はやっぱりバタスに行きたいのかな？おつのは私の気持ちをちゃんと分かってくれてるんだね。今日は天気も良いから近場の公園でも行こうか。うん、そうしよう。さくらさんって風景画を描いてるでしょ。その話を今日は聞きたくて我慢できなかったんだ。それだけ。私の胸キュンドキドキが薄れていく。僕も最近いろいろと考えてみて、やっぱり行動って重要だよなって思ったんだ。それで行動の第一弾目として、さくらさんと話したかったんだ。少しだけ期待とは違った展開で、残念なとこもあるけど、今日の幸太郎さんが生き生きとしてて、すごくかっこよく感じる。第33話、交錯する気持ち。幸太郎さんは、風景画ではどんなことを聞きたいですか？あれこれと聞きたいことはたくさんあるけど、今の僕は他をチャレンジすらしてないのに、自画像だけを描く理由はないと思ってるんだ。なるほどです。私が風景画しか描いてなく、他を描く楽しみを知らないのと同じで、いろいろと試してから、結果、何を一番描きたいのか決めたいのですか？そうだね。決めたいとかも考えにはあるし、今は幅を広げるとか、選択肢を増やす目的とかもあるけど、一番の目的は、自分を変えたい気持ちが最優先かと考えているんだ。幸太郎さんは自分の何を変えたいとか具体的には考えていたりしてるのですか？正直恥ずかしい話だし、僕って周りからどう見られてるのか自分でも理解できてないし、自分では将来とかもしっかり考えてなかったり、普段の私生活もだらしないし、人見知りだし、臆病だし、優柔不断だし。幸太郎さん、あまり自分を悪く考えすぎるのも良くないとは思いますよ。さくらさんは優しいね。でも僕は自分のダメな姿は最近特に感じてるし、負けたくない相手もできたんだ。負けたくない相手って良いですね。男の人のそういうのってライバルっていうのですよね。そうなのかな。でも僕とは違った未来の姿を彼は考えていて、成功してもらいたいと願う反面、僕はそれならこのままで良いのかとも考えさせられたんだ。今の幸太郎さんはまっすぐで嘘なく、相手を尊重しながらも自分と向き合っているんだな。私もそんな幸太郎さんを応援したくなっちゃうよ。到着だよ。おつの、この公園でも良いかな？もちろんだよ。この公園には最近は全く来てなかったけど、小さかった時には週末になるとパパがよく連れてきてくれた思い出の公園なんだ。おつのもなの。実を言うと、私の小さかった時は泣き虫で、家で私がわがまま言って大泣きするたびに、パパが遊びに連れてきてくれた思い出の公園なんだ。愛もだったんだ。思い出って時間の経過とともに薄れて忘れていくけど、
その相手が今でも近くにいてくれて、安心できる関係でいてくれてることに感謝しないとね。そうだよね。私の幼少期はわがままばっかり言ってたけど、今の私が元気でいられるのは、優しかったパパとママのおかげだからね。なんか、思い出話になったけど、愛は私に何か話があったの。そうだった。すっかり思い出が勝って、肝心な話を忘れてたよ。実はね、今の僕はさっき話した自分の見えている短所を一つずつでも長所に変えることができたらと本気で考えているんだ。そんなに自分のことを考えて悩んでいたのでしたか。孝太郎さん、私なんかでお役に立てることがあるのでしたら遠慮なく言ってください。さくらさん、本当にありがとう。それと僕は対人関係での決めてることがあって、何事も他人任せにしたり、この先何かしら失敗したりしても、他の人の責任にはしない。最終的に判断して行動するのは僕自身だし、そう心に決めてるんだ。今の考えって仕事や目的だけに言うのではなくて、恋愛にも言えることなんだと僕は思ってるよ。孝太郎さんの言ってることってなんか私わかります。相手に頼っていながらも、結果が悪かったら相手の責任とかって関係は最悪になりますからね。そうなるだろうね。だからこそ自分探しをしながら僕の欠点や短所を直せたらと思ってる。だからこそまずは判断と行動なんだ。私ってずるい女なのか、おつろに話してないことがたくさんあるんだ。話してないって、例えばどんな内容なのか聞いてもいい？ちゃんと素直に話すから、おつの怒らないでね。おつのもわかってるとは思うけど、私、本気でバルくんのことが大好きなんだ。愛がバルさんのことを好きで気になってることは私も理解してるよ。正直言って、私もそんな恋愛経験とかないし、今はただ純粋にバルくんを好きで、彼氏になってほしいと思ってるだけなんだけど、先日、こんなことがあったんだ。私からメールでバルくんにバタスでお茶をしようって誘ったんだけど、バルくんとのデートで3人って、やっぱり私的には嫌だな。私も愛と一緒にバタスに行って、いろいろとおしゃべりしたいけど、実はバタスでは、ホットドッグ持ち帰りで、家で食べようかと思ってたんだ。おつのごめんね。私のロマンスタイムを許して。それなら仕方ないよね。また一緒に行こうね。あ、おつの、ごめんね。あの日の愛は、なんかそわそわしてると思ってたけど、そうだったんだ。せっかくおつのと偶然会ったのに、しっかりとその場で説明しなくてごめんね。それからなんだけど、そうですよね。ヘアピン拾ってくださり、ありがとうございました。バルくん。なんでなの？なんか雰囲気が、かなりのよしこさんだし。スキャンダル愛ちゃん復活の気配。まさかのまさかで、私を突き放すための行為だったりとか、おつのに嘘まで言ったのに。こんな感じで、私がバタスに着いた時には知らない女の子と一緒にいたの。なるほどね。それで、バルさんを好きな愛は悩んでるんだね。そうなんだよ。私はバルくんから嫌われていて、お断りの意味で女の子を誘ったのかと思ったんだ。なんとなく、私の感想になるけど、最近バルさんと
うちの出会い寮で接してるけど、そこまで裏工作をする人には見えないけどな。バルさんは学生時代に野球をやってたし、ファンの女の子とかじゃないの。バルさんから恋愛話とか聞いたことないし、愛も考えすぎない方がいいよ。そうなんだろうけどね。私の恋愛経験が少ないからか、バル君は他の異性の女の子といるだけでも不安になるんだ。多分相手を好きと思う気持ちがあるからこその不安や嫉妬なのかもしれないね。でも、私はもし相手を好きなら、先に疑いより信じてあげたいと思うのかもしれないな。オツのは気持ちが強いよね。私は打たれ弱いから、何かあるとすぐに動揺しちゃうよ。話の続きするね。それからね。よいしょっと。さくらちゃん、俺はそろそろ帰るよ。バルさん、今日は無理言って相手してくださり、ありがとうございました。さくらちゃん、今日は楽しかったよ。ありがとう。迷惑でなければ、また連絡してもよいですか？もちろんだよ。これからもよろしくね。どうしよう。スキャンダル魂とか言いながらも、二人の会話をこっそりと聞いてたら、なんか青春キュンキュンしちゃった。まさか、この二人はこの先恋愛に発展してしまうのかな？こんな流れでバル君はまた連絡するって話してたの。だから余計に私は不安になって。おつろに話を聞いてもらいたくて、気づいたらフラフラしてたの。そうだったんだ。もしかしたら愛がバタスに行かなかったのもトラウマみたいな感じになってるのかな。そこは違うけど、さっき話した通りで、ホットドッグの食べ過ぎでお腹の調子が途中から悪くなっただけ。あとね、その時にバル君と一緒にいた女の子なんだけど、それでさくらさんと今日話したかった一番の内容なんだけど、さくらさんが風景画を描いてきて、一番おすすめしたい場所とかあれば聞きたいと思ってたんだ。そんなことぐらいならあちこち教えちゃいますよ。できれば私の家でゆっくりと話したかったりも考えちゃう。さくらさん、今日はいろいろと聞かせてくれてありがとう。すごく楽しみが増えたし、この先の僕の行動も見えてきたよ。いえいえ、私なんかでお役に立てたならよかったです。本心ではもっと孝太郎さんと一緒にいたいな。それじゃ僕は帰るね。本当にバイバイになると考えると、愛しさと切なさと寂しさが。孝太郎さん。さくらさん、どうかしたの？私は、今晩とか、またメールしてもよいですか？さくらさん、もちろんだよ。今後も話を聞いてもらいたいし、さくらさんさえ迷惑でなければメール待ってるね。すごく嬉しいし、幸せな気持ちだ。さっき、口が滑って、好きなんて言わなくてよかった。今日はさくらさんと有意義で楽しい話ができたな。今の僕は何を知ってるわけでも何ができるわけでもないんだから、一つずつでも考えてることを行動していこう。どうしよう。また夜中にやってるよ。どうしようかな。ボタンを押すだけでいいのに、それができない。いい加減寝ろよ。5
ボタンを押して送信するだけなのに。やっぱり私にはできない。そんな弱虫なさくらちゃんを自分では可愛くも感じてたりして。もう好きにして。これならどうだ。送信。なんだか内容を変えるだけで簡単にボタンを押せちゃう。代わりに押そうか。ミルキー、私は寝ちゃうからね。おやすみなさい。君と見た空青く広がる心の中に君がいる